はい、皆さんこんにちは。日本語教師のゆかです。本日の動画は実用日本語です。実用日本語シリーズの動画では日本人同士の自然な会話表現が学べます。今日は六本木のレストランで撮影したこちらの動画を使って自然な会話表現を一緒に練習しましょう。今回私は予約をしないでお店へ行きました。そんな時レストランの入り口で店員さんに何と言うのか、またお店に入った後注文をする時によく使う表現などいろいろとご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。今回使う動画は六本木のレストランで撮影をしました。私と店員さんは事前に準備をしていません。日本人同士の自然な会話です。そのため最初にこの動画を見た時に全く聞き取れないとか難しすぎると思うかもしれませんが大丈夫です。今日の実用日本語シリーズの動画を最後まで見れば必ずわかる部分が増えます。そうやって少しずつ聞き取れる部分が増えていくことを経験してください。それでは早速始めましょう。まずは練習の流れを説明します。以前実用日本語シリーズを見たことがある方はこの部分は飛ばして直接練習から始めてください。最初に字幕がない動画を一度見ます。この時点で聞き取れるところが0だったとしても大丈夫です。安心してください。後でだんだん聞き取れるようになりますからね。最初に字幕がない動画を一度見ます。その後、私からキーワードを10個紹介します。このキーワード10個に注目してもう一度同じ動画を見ます。その後、重要な会話表現について私から解説をします。そして日本語の字幕がついた動画を見ます。最後に字幕がない動画を見ます。最初の時点で何もわからなかった人も約30分後、もう一度字幕がない動画を見た時には聞き取れる部分が必ず増えています。そうやって自分が成長したということをぜひ実感してほしいです。それでは早速練習を始めましょう。まずは字幕がない動画を見ます。これは六本木のレストランで撮影しました。お店に入るところ、そして注文をするところです。それでは一度見てみましょう。どうぞ。すいません、予約してないんですけど、席ありますか？大丈夫ですか？はい、ありがとうございます。すいません、注文いいですか？はい。このビーフサーロインステーキフリットの一つで、ドリンクを、このハーブティーって何のハーブですか？カモミールかルイボスティーが選べます。そうなんですね。じゃあ、カモミールティーのホットでお願いします。はい。プラス200円でパンつけられますが。そっか、これ主食がないんですね。そうですね。そっか、じゃあパンつけてもらってお願いします。かしこまりました。はい、ありがとうございます。お飲み物をお持ちするタイミングはどうしましょうか？食事と一緒でお願いします。はい、いかがでしたか？今の時点で聞き取れなくても大丈夫ですからね。では続いてキーワードを10個提示します。こちらです。予約してない、席、注文、ドリンク、カモミール、ルイボスティー、200円、パン、タイミング、食事と一緒。はい。それではこのキーワード10個に注目してもう一度同じ動画を見てみましょう。どうぞ。すいません、予約してないんですけど、席ありますか？大丈夫ですか？はい、ありがとうございます。すいません、注文いいですか？はい。このビーフサーロインステーキフリットの一つで、ドリンクを、このハーブティーって何のハーブですか？カモミールかルイボスティーが選べます。そうなんですね。じゃあ、カモミールティーのホットでお願いします。はい。プラス200円でパンつけられますが。
ああ、そっか、これ主食がないんですね。そうですね。そっか、じゃあパンつけてもらってお願いしかします。こまりました。はい、ありがとうございます。お飲み物をお持ちするタイミングはどうしましょうか。食事と一緒でお願いします。はい。お願いします。はい、いかがでしたか？注文とか200円など何か聞き取れた部分がありましたか？では続いて重要な表現について私から解説をします。はい、それではこれから重要な表現について解説をします。今回私は予約がない状態で直接店へ行きました。入り口で店員さんにこのように言いました。すいません、予約してないんですけど、席ありますか？すいません、予約してないんですけど、席ありますか？大丈夫ですか？はい、ありがとうございます。最初のすいませんというのは人に話しかけるときによく使われる表現です。すいませんまたはすみませんと言います。すいませんの方が少しカジュアルな印象です。今回私はすいませんと言いました。すいません、予約してないんですけど、席ありますか？すいません、予約してないんですけど、席ありますか？大丈夫ですか？はい、ありがとうございます。そして続いて、予約がないことを相手に伝えました。予約してないんですけど、すいません、予約してないんですけど、席ありますか？大丈夫ですか？はい、ありがとうございます。ここでは会話特有のいを省略した表現が出てきます。予約してない。本来だったら予約していないと言います。でも会話の時よくいが省略されます。予約してないイコール予約していないです。すいません、予約してないんですけど、席ありますか？すいません、予約してないんですけど、席ありますか？大丈夫ですか？はい、ありがとうございます。他にもいを省略したものとして、例えばこのように使います。見てないイコール見ていない。遊んでないイコール遊んでいない。使ってないイコール使っていないです。字で書くときは基本的にはていないといを入れて書きますが、少しカジュアルな雰囲気とか速いスピードの会話の時にはよくいが省略されます。予約してない、見てない、遊んでない、使ってないです。すいません、予約してないんですけど、席ありますか？すいません、予約してないんですけど、席ありますか？大丈夫ですか？はい、ありがとうございます。ちなみに予約がないとき、今回私が言った予約してないんですけど、席ありますか？以外にこのような言い方があります。予約してないんですけど、いいですか？予約してないんですけど、大丈夫ですか？このように最初に予約がないということを伝えて、後でいいですか、大丈夫ですか、席ありますかと相手に尋ねます。今回私はこのように言いました。すいません、予約してないんですけど、席ありますか？すいません、予約してないんですけど、席ありますか？大丈夫ですか？はい、ありがとうございます。続いて店員さんがこのように答えました。全然大丈夫です。すいません、予約してないんですけど、席ありますか？大丈夫ですか？はい、ありがとうございます。ここは少しスピードが速かったので聞き取りづらかったかもしれませんね。店員さんは全然大丈夫ですというふうに速いスピードで言いました。ここで言っているのは全然大丈夫ですです。すいません、予約してないんですけど、席ありますか？大丈夫ですか？はい、ありがとうございます。この全然の使い方についても少し解説をします。全然の後ろには基本的にはない、ませんという否定の言葉をつけます。例えば、全然わからない
とか全然食べませんなどないませんという否定の形をつけるのが基本的な使い方です。でも最近では全然の後に否定ではない形をつけることがあります。例えば今回店員さんのように全然大丈夫ですという言い方は広く使われています。ここで言いたいのは全く問題がない、完全に大丈夫だという状況ということです。全然大丈夫です。すいません、予約してないんですけど席ありますか？大丈夫ですか？はい、ありがとうございます。全然大丈夫以外にも全然いいですというのもよく聞かれます。例えば私が隣の人のペンを借りたいです。それで隣の人にすみません、このペン借りてもいいですかと聞きます。そして隣の人はそのことについて全く問題ない、完全にこれは、大丈夫だという状況、いいという状況だという時に全然いいですよ、全然大丈夫ですよと言います。はい、なので全然という表現、教科書ではね後ろにないませんをつけると書いてあるんですが、実際の日本人同士の会話では今回のようにね大丈夫、いいというような否定ではない形をつけることもあります。今回店員さんは全然大丈夫ですと言いました。すいません、予約してないんですけど席ありますか？大丈夫ですか？はい、ありがとうございます。そして続いて私はこのように言いました。大丈夫ですか？はい、ありがとうございます。すいません、予約してないんですけど席ありますか？大丈夫ですか？はい、ありがとうございます。はい、これで私は無事店に入ることができました。続いて注文をする場面です。店員さんが少し遠くの方にいたので、私は振り返って手を挙げて、そしてこのように言いました。すいません、注文いいですか？すいません、注文いいですか？はい。自分が注文したいけれど店員さんが近くにいない場合、基本的に、これは私のやり方ですけど3段階あります。一つは何もしないで待ちますね。ただ店員さんを目で追ってアイコンタクトができるまで待ちますね。そして店員さんが気づいてくれたらちょっと会釈をします。こういう感じ。これが第一ステップ。そしてそうやって待ってても全然気づいてないかもしれないって思ったらちょっと手を挙げますね。こうやって、手を挙げて、そして店員さんがファッて気づいてくれたらって言います。そして、3つ目の段階は見て手を挙げてなおかつすみませんと言います。日本の特にとても忙しいレストランとか居酒屋とかだとね、そうやって店員さんに対してすみませんっていうことは特に大きな失礼には当たらないです。みんなよくねやっています。あんまり大きい声で叫ぶのはちょっと周りの人に迷惑かもしれませんが、今回私が話してるぐらいの音量ですね。すいません、注文いいですかというこれぐらいだったら大丈夫です。店員さんがねなかなか捕まらない時ぜひ試してみてください。今回私は、見て手を挙げてかつこのように言いました。すいません、注文いいですか？すいません、注文いいですか？注文したい時、使える表現として例えば他にもねこのようなものがあります。注文お願いします。注文してもいいですか？この3種類ねどれでも使って大丈夫です。注文いいですか？注文お願いします。注文してもいいですか？これはお会計の時も同じで、例えばテーブルで会計をするようなレストランの場合、お会計いいですか？お会計お願いします。お会計してもいいですか？このように前の部分の名詞を入れ替えることでいろいろな場面で使えます。今回私はすいません、
注文いいですかと言いました。すいません、注文いいですか？はい。続いてメニューを指さしながら、その商品の名前を言いました。このビーフサーロインステーキフリットのを一つ。このビーフサーロインステーキフリットの一つで、ドリンクをこの店で提供しているランチメニューの一つですね、ビーフサーロインをステーキしたものですね、それがあったので注文しました。このビーフサーロインステーキフリットのを一つ。このビーフサーロインステーキフリットの一つで、ドリンクをここで後半部分ののをというところに注目してください。こののをののはどういう意味か。今回の場合だったらビーフサーロインステーキフリットのセットを一つです。セットと本来はここに入れるべきなんですが、省略して言わずにのと言いました。他にもこののを使った表現ですね。例えば2つ箱があって、どっちの箱がいいですか、どっちの箱をもらいたいですかという、そういう選ぶような場面の時、どちらか片方を選んでこのように言います。青いのがいい。この場合ののは青い箱がいいということですね。青いのがいい。また右左という名詞を使うなら左のがいい、青いのがいい、左のがいい。この場合ののは箱という意味です。それから例えばケーキがあって、それを友達にこのように言って勧めました。よかったらケーキ食べる？そして友達がこのように返事をしました。甘いのが苦手だから遠慮しておきます。甘いのが苦手だから。この場合ののというのは甘いものとか甘い食べ物ですね。甘いのが苦手だから。このようにのというのはその場面で出てきているあるものとかことを指します。今回の場合はそのメニューという意味でのを使いました。このビーフサーロインステーキフリットのを一つ。このビーフサーロインステーキフリットの一つで、ドリンクを続いて私はドリンクを選ぼうとしました。で、ドリンクをこのビーフサーロインステーキフリットの一つで、ドリンクを最初のでというのはそれでとかそれからという意味で会話の中でよく使われます。例えば、ここにメールアドレスを入力してください。で、このボタンを押して送信します。このように何か順番があるときにでというふうにつなげて言います。今回はね、最初に私は食事を選びました。そしてその後ドリンクについて選ぼうとしています。その時にでというふうにつなげました。で、ドリンクをこのビーフサーロインステーキフリットの一つで、ドリンクをそして真ん中のというのも会話でよく使われます。次に言うことをちょっと考えているような場面でよく使います。今回だと私はメニューのドリンクのいろんな選択があって、それを見てちょっと迷いながら、話をしています。それでというふうに言いました。で、ドリンクをこのビーフサーロインステーキフリットの一つで、ドリンクをそしてドリンクの選択肢の中にハーブティーと書いてあったので、このハーブティーについてこのように質問をしました。このハーブティーって何のハーブですか？このハーブティーって何のハーブですか？カモミールかルイボスティーが選べます。そうなんですね。じゃあ、カモミールティーのホットでお願いします。はい。皆さんもレストランとかカフェでこういう場面はありませんか？コーヒーと書いていて、これは、どんなコーヒーですか？エスプレッソですか？アメリカンですか？とか、お茶
って書いてあったら、何のお茶、紅茶ですか、緑茶ですかとか、その詳しい種類を知りたいという場面ね、皆さんもあると思います。今回私もまさにそのような状況で、ハーブティーと書いてあって何のハーブなのか知りたかったので、このように言いました。このハーブティーって何のハーブですか？このハーブティーって何のハーブですか？カモミールかルイボスティーが選べます。そうなんですね。じゃあ、カモミールティーのホットでお願いします。はい。この会話の中の真ん中にある手というところ、小さいつと大きい手を組み合わせたこの表現も会話でよく使われます。ここでの意味は、というのはとかはという意味です。このハーブティーってイコールこのハーブティーは、またはこのハーブティーというのはです。このハーブティーって何のハーブですか？このハーブティーって何のハーブですか？カモミールかルイボスティーが選べます。そうなんですね。じゃあ、カモミールティーのホットでお願いします。はい。続いて店員さんがこのように答えました。カモミールかルイボスティーが選べます。このハーブティーって何のハーブですか？カモミールかルイボスティーが選べます。そうなんですね。じゃあ、カモミールティーのホットでお願いします。はい。選べますというのは動詞の選ぶの可能形ですね。選ぶことができるという意味です。カモミールかルイボスティーが選べます。このハーブティーって何のハーブですか？カモミールかルイボスティーが選べます。そうなんですね。じゃあ、カモミールティーのホットでお願いします。はい。続いて私はこのように言いました。そうなんですね。じゃあ、カモミールティーのホットでお願いします。このハーブティーって何のハーブですか？カモミールかルイボスティーが選べます。そうなんですね。じゃあ、カモミールティーのホットでお願いします。はい。ここでもまたが出てきましたね。私は店員さんが言ったカモミールとルイボスティーどっちにしようかなと、その瞬間ちょっと迷って次に言うべきことを一瞬頭の中で考えました。その時に出てきたのがです。そうなんですね。じゃあ、カモミールティーのホットでお願いします。このハーブティーって何のハーブですか？カモミールかルイボスティーが選べます。そうなんですね。じゃあ、カモミールティーのホットでお願いします。はい。今回私が決めた注文はカモミールティーのホットです。この部分は他にもいろんな言い方ができます。例えば、ホットのカモミールティー。この前後の順番を入れ替えてもいいですね。それからホットの部分を温かいに変えて温かいカモミールティーと言ってもいいです。そうなんですね。じゃあ、カモミールティーのホットでお願いします。このハーブティーって何のハーブですか？カモミールかルイボスティーが選べます。そうなんですね。じゃあ、カモミールティーのホットでお願いします。はい。その後、店員さんがこのように言いました。プラス200円でパンつけられますが。プラス200円でパンつけられますが。はい。この意味は何かというと、このサーロインステーキのセットに200円余分に払えばパンが付属しますということです。プラス200円でパンつけられますが。プラス200円でパンつけられますが。今回の店員さんが話した言葉の中でつけるという表現があります。このつけるというのはメインになるものにあるもう一つのものを追加するとか付属するというような意味です。今回だったらサーロインステーキが主なその料理ですね。メインの料理です。そしてそれに対してパンを付属するというようなイメージです。それでつけるという表現を使いました。プラス200円でパンつけられますが。プラス200円でパンつけられますが。そして今回は会話なので助詞の省略がありますね。パンとつけられますというこの間のところ、入れるならパンをつけられるまたはパンがつけられるです。今回の場合はね、どちらでも大丈夫です。プラス200円でパンがつけられます。
プラス200円でパンをつけられます。どちらでも大丈夫です。今回店員さんはその部分ね、助詞の部分を省略してこのように言いました。プラス200円でパンつけられますが、プラス200円でパンつけられますが、その後私は改めてメニューを確認してこのように言いました。ああ、そっか、これ主食がないんですね。ああ、そっか、これ主食がないんですね。そうですね。そっか、じゃあパンつけてもらってお願いします。かしこまりました。はい、ありがとうございます。お飲み物ここでのそっかというのは私が新たに発見した気がついたという意味です。ああ、そっか。ああ、そっか、これ主食がないんですね。そうですね。そっか、じゃあパンつけてもらってお願いします。かしこまりました。はい、ありがとうございます。お飲み物そして後半の部分の主食というところ、これはその人が食事の中で、たくさんの量を食べるもの、それを主食と言います。例えば日本人の主食は米が多いです。でもまた別の国とか地域とかだったら、例えばパンが主食というところもありますよね。あと麺が主食という人たちもいるかもしれません。また芋類とかね、さつまいもとかじゃがいもとか、そういうものが主食という地域もあるだろうし、あとはちょっと変わった人というか、そんなに栄養を気にしない人とかねだったら、例えば私はお菓子が主食ですとか、そういう人もいますね。基本的に一日の食事の中で、多くを占めるのがお菓子です。それでお腹いっぱいになりますっていう場合は、主食はお菓子ですです。はい、皆さんは主食は何ですか？私は米です。はい、で今回の場合はこのサーロインステーキのセットの中に主食となるようなご飯とか麺とかパンとかそういうものがなかったんです。それで私はこのように言いました。ああ、そっか、これ主食がないんですね。ああ、そっか、これ主食がないんですね。そうですね。そっか、じゃあパンつけてもらってお願いします。かしこまりました。はい、ありがとうございます。お飲み物その後店員さんもこのように言いました。そうですね。ああ、そっか、これ主食がないんですね。そうですね。そっか、じゃあパンつけてもらってお願いします。かしこまりました。はい、ありがとうございます。お飲み物そして私はこのように店員さんに伝えました。じゃあパンつけてもらってお願いします。ああ、そっか、これ主食がないんですね。そうですね。そっか、じゃあパンつけてもらってお願いします。かしこまりました。はい、ありがとうございます。お飲み物パンつけてもらって、ここでも私は店員さんと同じようにパンと、つけるという動詞の間にね助詞を入れませんでした。もし入れるんだったらパンをつけるです。パンをつけてもらって。でも私はを入れないでパンつけてもらってと言いました。ああ、そっか、これ主食がないんですね。そうですね。そっか、じゃあパンつけてもらってお願いします。かしこまりました。はい、ありがとうございます。お飲み物今回のつけるの形はてけプラスもらうの形です。つけてもらう。動詞のてけプラスもらうというのは、それを話している人にとって何かいいことがある、利益がある場合です。今回だったら私はレストランの客として店員さんに、このように食事を注文して持ってきてほしいというふうに要求をしますね。で、持ってきてもらえることは私にとって嬉しいことです。なので、てもらうと言いました。ああ、そっか、これ主食がないんですね。そうですね。そっか、じゃあパンつけてもらってお願いします。かしこまりました。はい、ありがとうございます。お飲み物そして今回は私は会話を最後まで言わないでつけてもらっててんてんてんというふうにちょっと曖昧に終わりました。もし完全な文で言うんだったら、例えばじゃあパンをつけてくださいとか、パンをつけてもらって持ってきてくださいとか、そのようにね言います。でも今回はね、もらってというふうにそのまま消えるような感じで話しました。じゃあパンつけてもらってお願いします。ああ、そっか、これ主食がないんですね。そうですね。そっか、じゃあパンつけてもらってお願いします。かしこまりました。はい、ありがとうございます。お飲み物そして店員さんはかしこまりましたと言いました。ああ、そっか、これ主食がないんですね。そうですね。そっか、じゃあパンつけてもらってお願いします。かしこまりました。はい、ありがとうございます。お飲み物そして最後に店員さんが
今度はこのように私に聞きました。お飲み物をお持ちするタイミングはどうしましょうか？お飲み物をお持ちするタイミングはどうしましょうか？食事と一緒でお願いします。はい。まずは名詞の飲み物の前についているおに注目してください。これは丁寧な印象を与える効果があります。おまたはごをつけます。飲み物の前にはおをつけます。お飲み物。これは名詞によってそれぞれね、おまたはごどちらをつけるかというのが決まっています。例えば食事という名詞だったらお食事、それからお茶とかお酒、これも全部おをつけます。ごの場合は例えばごちそうとかご家族、ご注文、こういう名詞はごをつけます。それぞれね、どれをつけるかというのが決まっているので、一つ一つ覚えていくのがいいかなと思います。今回はね、飲み物についてお飲み物と言いました。お飲み物をお持ちするタイミングはどうしましょうか？お飲み物をお持ちするタイミングはどうしましょうか？食事と一緒でお願いします。はい。お持ちするというのは持ってくる、持っていく、また単純に持つという意味があります。これは敬語の一種、謙譲語の表現です。謙譲語はそれを話す人がやることについて言います。例えば今回だったら店員さんがその料理を持ってきます。ね、店員さん自分自身の行動について話しています。その時に謙譲語を使います。お飲み物をお持ちするタイミングはどうしましょうか？お飲み物をお持ちするタイミングはどうしましょうか？食事と一緒でお願いします。はい。お持ちしますを使った例文としては、例えばこのようなものがあります。レストランで店員さんがこのように言いました。食後にお飲み物をお持ちします。この場合は食事が終わった後に飲み物を持ってきますという意味ですね。食後にお飲み物をお持ちします。それから2つ目の例文。お出口までお持ちします。これは皆さん日本の百貨店とかで買い物をした時に経験がある人もいるかなと思うんですが、何か買い物をしてね、お金を払ってレジで全てのね、手続きが終わって、じゃあ自分でその買ったものを持って帰ろうとしたら、店員さんがこちらお出口までお持ちしますと言って、店の出口までその買った商品をね持って一緒に来てくれるっていうことがありますね。すごく丁寧な接客の方法なんですが、その時に店員さんはその買った商品の袋を持って私たちにこのように言います。お出口までお持ちします。この時のお持ちしますの意味は持っていきますですね。今いる場所から遠いその先の方まで移動する、行くということなので、お持ちしますイコール持っていきますです。はい、というね、このようにお持ちしますというのは、持っていくとか持ってくる、あとは単純に持つという場合もありますが、場面によってね、様々な意味があります。今回の場合だったら、お客さんがいるそのテーブルまで持ってくるという意味です。お飲み物をお持ちするタイミングはどうしましょうか？お飲み物をお持ちするタイミングはどうしましょうか？食事と一緒でお願いします。はい、そして続いてカタカナの表現、タイミングが出てきました。日本語の場合だとね、タイミングと言います。英語のタイミングのカタカナ表記です。タイミング、意味はほぼ同じですね。例えば今回の場合だったら、飲み物を持ってくるその時点はいつがいいですか？具体的に言うと食事の前、または食事と一緒、あるいは食事の後というね、その時点どこがいいですかという意味でタイミングと言いました。お飲み物をお持ちするタイミングはどうしましょうか？お飲み物をお持ちするタイミングはどうしましょうか？食事と一緒でお願いします。はい。タイミングを使った例としては、例えばこのようなものがあります。いいタイミングで帰ってきたね。ちょうど今晩ご飯ができたよ。いいタイミングで帰ってきたね。ちょうど今晩ご飯ができたよ。
これはガチャッとドアを開けて帰ってくるその瞬間がとてもいい時点だということですね。今晩ご飯が完成しました。温かい状態ですぐ食べられます。いいタイミングです。それからタイミングが悪いという言い方もあります。あの人はいつもタイミングが悪い。例えば誰かに声をかけるとき、その人がすごく忙しそうな時に声をかけてしまって、ちょっと後にしてくださいって断られてしまったりとか、何か家を出た瞬間に雨が降ってきて濡れてしまったとか、なぜかその人が行動を起こすその瞬間とかその時点がどうもいい時点ではないというような、そういう時にあの人はいつもタイミングが悪いと言います。今回はお飲み物をお持ちするタイミングという会話の中で使いました。お飲み物をお持ちするタイミングはどうしましょうか？食事と一緒でお願いします。はい。そして私はこのように答えました。食事と一緒でお願いします。お飲み物をお持ちするタイミングはどうしましょうか？食事と一緒でお願いします。はい。飲み物を持ってくるタイミングを伝える言葉として、食事と一緒、食事の前、食事の後、食前、食後があります。この表現がよく使われます。今回私は食事と一緒に飲み物を持ってきてほしかったので、このように言いました。食事と一緒でお願いします。お飲み物をお持ちするタイミングはどうしましょうか？食事と一緒でお願いします。はい、それでは続いて日本語の字幕がついた動画を見てみましょう。今一つ一つの表現について見てきたので、聞き取れる部分が増えているはずです。挑戦してみましょう。ではどうぞ。すいません、予約してないんですけど席ありますか？大丈夫ですか？はい、ありがとうございます。すいません、注文いいですか？はい。このビーフサーロインステーキフリットの一つで、ドリンクを、このハーブティーって何のハーブですか？カモミールかルイボスティーが選べます。そうなんですね。じゃあカモミールティーのホットでお願いします。はい。プラス200円でパンつけられますが。そっか、これ主食がないんですね。そうですね。そっか、じゃあパンつけてもらってお願いします。かしこまりました。はい、ありがとうございます。お飲み物をお持ちするタイミングはどうしましょうか？食事と一緒でお願いします。はい、いかがでしたか？では最後に字幕がない動画を見てみましょう。今日約30分前に何もわからなかった人も今ならわかる部分が一つ二つはあるんじゃないかなと思います。自分の成長を実感してください。それでは挑戦してみましょう。どうぞ。すいません、予約してないんですけど席ありますか？大丈夫ですか？はい、ありがとうございます。すいません、注文いいですか？はい。このビーフサーロインステーキフリットの一つで、ドリンクを、このハーブティーって何のハーブですか？カモミールかルイボスティーが選べます。そうなんですね。じゃあカモミールティーのホットでお願いします。はい。プラス200円でパンつけられますが。そっか、これ主食がないんですね。そうですね。そっか、じゃあパンつけてもらってお願いします。かしこまりました。はい、ありがとうございます。お飲み物をお持ちするタイミングはどうしましょうか？食事と一緒でお願いします。はい、いかがでしたか？実用日本語シリーズではこのように日本人同士の自然な会話表現を紹介しています。他にもいろいろな場面の動画があるので、ぜひ見てください。また実用日本語シリーズ以外に通常の Vlog の動画とかあれこれラジオというシリーズもあります。こちらも日本人の会話表現を勉強するのにちょうどいい内容かなと思うので、もし時間があればぜひこちらもご覧ください。それでは本日の動画はここまでです。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。